皆さん、こんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 26. 外国語を勉強している人にとって、早く話せるようになりたいとか、効率的に上達したいと願いつつも、長年勉強しているのになかなか上手にならないっていうのは、よくある悔しい話ですよね。私も英語、ドイツ語、スペイン語と勉強してきて、どれも必要だったから勉強していたんですけれども、ドイツ語は毎日1日5時間勉強していたこともあったのに、今必要なくなってもうほとんど忘れてしまったり、スペインに住んで3年目なのに、生活の中心が英語なので、勉強するやる気もそもそもあまり起きず、未だに自信がありません。英語はさすがに過去6年くらいは仕事でも日常生活でも主に使う言葉なので、年々マシになってはいますが、英語は10歳ぐらいから学校でずっと勉強していたので、もちろん大学生になった時とかにすでに基礎的な知識とかはあったんですけれども、実際に友達と話したり仕事で使うのに十分な英語力が身についたのは、実はある3ヶ月間の猛特訓のおかげでした。というのも、ドイツ留学の時に、周りに日本人がほとんどいなくて、留学人の友達に囲まれていて、本当に英語を話せなかったらもう友達もできないし、イベントにも参加できないみたいな環境だったんですね。で、その留学前にも英会話を毎日受けたり、自分で勉強していたつもりだったんですけれども、いざ他の留学生とか英語が話せるドイツ人と会話するとなったら、もう全然ついていけないし、言いたいこともちゃんと言えないという状態だったんですね。友達と3人くらいで話していて、途中でもう何言ってるのか全然わかんなくてついていけないから、とにかく笑顔でうんうんってうなずいていたら、質問されて、あなたはどう思うみたいな、ちょっともうどうも思わないみたいな言っちゃったりして、すごく気まずい思いをしたり、あとは日帰り旅行に出かけて、朝から晩まで、英語で話して、でも帰ってきて一人になった瞬間号泣したりしていました。もう疲れちゃって。そういう時に本当に悔しいと思ったし、このままではダメだと思ったので、ドイツ語はちょっと置いといて、とにかく最初は英語を頑張ることにしました。で、本当に英語を猛勉強した結果、3ヶ月後くらいにはもう頭の中で日本語から英語に翻訳するっていう作業をしなくても自然にスラスラ話せたし、友達が言ったジョークが分かって笑えたり、逆に、ジョークで友達を笑わせられたりして、すごく上達したなと感じました。皆さんが日本語を学んでいるのは、もしかしたら学ぶこと自体が楽しいからゆっくり勉強している方もいるかもしれないですし、仕事とかで、やらないといけないっていう人もいるかもしれませんが、今回のエピソードでは、もしちょっと急ぎで日本語を上達させないといけないというような時が来た時のために、私がその3ヶ月間でどうやって英語を上達させたかを、ご紹介します。もちろん日本語と英語は違う言語ですから、勉強の仕方も異なるとは思うんですけれども、応用し合えるところもたくさんあるので、ぜひ、参考にしてください。ではまず、当時の私の一日はとにかく英語の勉強を中心に、進んでいました。私の一日をご紹介しますね、当時の。ちなみに私は留学生でしたから、バイトとかもないし他にやることもないので、勉強と遊びに集中できる、環境ではありました。まず朝起きたら英語のニュースを見ます。で、その後は YouTube で英語を話すインストラクターの動画とかでヨガとかピラティスをしていました。で、学校に行く途中は英語の歌を聴きます。
で、もし電車とかにいるなら歌を聴きながら携帯で歌詞を読んだりしていました。で、学校では私は友達と英語が話せましたが、もしそうじゃなかったら多分英会話レッスンとかを代わりに受けていたかなと思います。学校の後ソーシャルメディアをチェックしたりしてリラックスする時も、なるべく英語の動画を見ていました。で、別にこれは英語を教えている動画とかインフルエンサーとかじゃなくて、普通に英語話者なら何でも OK。別に料理の紹介をしていても、ただ面白いことを、話しているだけとか、笑える動画とかであっても、英語を使っていれば OK としていました。で、今料理と言いましたが、例えば自分でちょっと料理したいとか、あとは普通にインターネットで何かを検索するときでも全部英語を使っていました。で、あとはインスタグラムで自分しか見れないアカウントを作って、でそこにその日起こった出来事を写真とともに投稿していたんですけれども、それは英語とドイツ語で書いていました。これはインスタグラムにしなくても普通に日記とか携帯のメモに書くだけでもいいですよね。で、最後寝る前は映画とかドラマを英語で見ていました。というわけで、もうとにかく朝から晩まで全部英語だらけの生活にしていて、もちろんこうすることで生活の全ての側面が勉強目的になってしまって、せっかくリラックスする時間でも英語を勉強しているという感じになると、ちょっとストレスが溜まったり厳しすぎるかもしれないと思いますが、逆に言うと、もし3ヶ月間で明らかな効果を出したかったら、こんぐらいやらなくちゃいけないんだよということですね。次に私が意識してやっていたことは単語の練習です。今紹介したように机に向かって勉強するというよりかは、歌とかソーシャルメディアとか映画とかで日常生活の中で英語に触れる機会を作っていたことにはそうなんですけれども、そんな中でもやっぱりこれだけはちゃんと勉強として机に向かってやった方がいいと思うのが、単語です。なぜなら単語って山ほど量があるくせに一つ一つが小さいし存在感がかなり薄いので、昨日知った単語がもう次の日には忘れているとか普通にありますよね。文法とか発音とかだったら一回聞いて理解したら次また聞いた時に、あ、それ聞いたことあるわ、あ、そうだそうだそうだったっていう風に意味とかを思い出しやすいと思うんですけれども、単語に関してはその単語が何度も出てくるとかじゃない限り、もう一回聞いたら忘れちゃうっていうのはすごく普通だと思うんですね。なんですけれども、じゃあいざ喋ろうとした時に文法とか発音とか知っていても、そもそも単語を知らなかったらもう言いたいことも何も言えないですよね。なので単語って本当にもう基礎中の基礎で大切なことなのに、勉強をちょっと怠りがちな、部分かなと思います。なので、もし単語をちゃんと覚えて上達したいと思ったら、やっぱり一番やらないといけないことは、単語を繰り返し練習するということだと思います。そのやり方自体は本当に単純でよくて、例えば私がやっていたのはノートに全部、わからない単語とか、初めて知った単語を書き出して、でなんか他の紙で、訳、例えば私にとっては日本語から、英語だったらどっちかを隠してもうどんどん当てていくだけで、3回くらい連続で意味を正しく答えられるようになるくらいまでもう繰り返し同じことをやるっていう感じでした。単純な勉強でつまらないから怠りがちですけれども、やっぱりこの単語の練習をするだけでベースがしっかりしますから、その単語の量っていうベースがある上で映画を見たり歌とかを聞きながら、皆さんにとっては日本語を学ぶとその効果がぐんと上がるし、上達のスピードも速くなると思います。なので皆さんぜひ、語彙の勉強をしっかり頑張ってやってください。
最後のポイントは、細かいことをもう気にするのをやめるということです。もちろん文法とかアクセントとか正しい言い方とかも言語学習の目的によってはとても重要なポイントです。例えば仕事でプロフェッショナルな印象を与えたいとか、学校で試験があるとかだったらしっかり文法を勉強しておいた方がいいですし、実際私がインスタグラムとか自分の、ビデオコースとかで、ネイティブのように話せるための日本語とかをよく紹介しているのも、それはもっと自然に話せるようになりたいとか、もっと、スムーズに、コミュニケーションを取りたいとかいう人のために、本当に役に立つかなと思ってやっているんですけれども、でももし今の時点で最大の目的がもうとにかく友達とどうにか話せるようになりたいとか、何を言っているのか大体とりあえず分かるようになりたい、伝えたいことを伝えれれば大丈夫とかだったら、とりあえず今は細かいことを気にしなくてもいいと思います。特に発音とかアクセントですね。日本語の場合は発音とかアクセントがあまりそもそもないので気にしている人もあまりいないかもしれませんが、例えば英語を学んでいる日本人の中で他の日本人の英語の発音を批判している人とか、発音ばかり教えている先生とかよく見かけますけれども、もう私にとってはちょっとどうでもいいなと思ってしまいます。私も自分の英語のアクセントが気になって直そうとした時もありましたが、直さずに6年間ほぼ、問題なしに英語を使って生きてこれたので、もう今はむしろ自分のアクセントが気に入っていますし、ちなみに一番いいなと思う英語のアクセントは、タイ人のアクセントです。すごい可愛いですよね、タイのアクセント。今はむしろあれを話せるようになりたいと、思っているんですけれども、日本語に話を戻すと、日本語だったら発音とかアクセントよりかは、例えば助詞の使い方とか、たくさんある言い方の中で正しいものを選ぶとかが、細かいことに入ると思うんですけれども、もしもうとにかく今、少しでももっと話せるようになりたいっていうだけだったら、ぜひそういうことは今のところは、ちょっと置いといて、細かいことは気にしないで、自信を持って話してみてください。ただその後でもっと正確に自分の気持ちを伝えたいとか、会話をちゃんとつなげたいとか、そういうことを考える余裕が出てきたら、もうぜひ、助詞とか小さいことを気にしてください。なぜなら、助詞とかは小さなことですけれども、一つ違うだけでニュアンスとかに大きな違いが出る場合もあるので、最初は気にせずに、でちょっと自信を持って話せるようになってきたと思ったら、ぜひそういうことを気にして、勉強を頑張ってみてください。では以上が私が3ヶ月間で、英語をぐっと上達させた方法でした。皆さんもぜひ、日本語を勉強するにあたって、応用してほしいなと思うんですけれども、やっぱり3ヶ月間で変化を感じるのは可能ですけれども、そのためにはやはりかなりの自分自身へのコミットメントが必要ですし、あとは例えば単語を優先させるとかいう戦略も大事になります。でも結局は継続が一番大切ですから、もし3ヶ月で急いで上達させる必要がない方は、ぜひ少しずつ日本語学習を楽しみながら、続けてください。では終わる前に、新しいプロジェクトに関するお知らせです。もう一つエピソード上がってると思うんですけれども、さやずお悩みラジオというものを始めることにしました。どんなプロジェクトかというと、皆さんに、皆さんのお悩みとか最近考えていることとか共有したいことをメールで送ってもらって、で私がそれをこのチャンネルで、共有して、もしお悩みだったら、解決策を、ちょっと提案したり、ただ単に共有したいっていう場合はそれについて、話したりするという感じです。
お悩みはメールで送ってください。メールアドレスは info@sayasjapanese.com ですが、正確にはキャプションを見てください。必ずニックネームをつけてください。お悩みは英語でも日本語でも書いて大丈夫ですけれども、ラジオでは私が日本語に訳して紹介します。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。